それでは続きをやっていきましょう。前回はフォックスメーカーオブナーグルのシュートを英雄的な勝利で制圧したところまでやったな。敵は残る都市は一つだけ、もう滅亡寸前ですね。まあ、こちらの戦力も滅亡寸前やけどな。持続ダメがクソ痛いですからね。17ターン目開始。ほぼほぼいなくなったシュートを占領はできないみたいですね。なんでやねん。都市を攻めるには基本的に工場兵器や飛行ユニットが必要ですね。まあ、直ちに攻撃が可能になるアビリティ持ちのユニットとかもいるんですが、今回はいないので、波状対を作っておきましょう。っていうか、なんで前のターンに作らなかったん？単純に忘れてました。葵ちゃん、そういうとこやぞ。ヘルマンの軍は拠点へ戻しておきましょうか。あとはあいつらだけで大丈夫でしょう。なんか、ポツンと1ユニットしかおらんかったからな。あと決闘を解放したことで新しいロードを雇えるようになったので、いつか雇っておきますか。なんやねんこいつ。こいつは、なんとスキルを上げると、フェルバットの維持費をマイナス 100% にすることができるっぽいです。つまりただってこと、ただよりいいものはないからな。最強やん。ただより怖いものはないとも言いますけどね。でも、所詮フェルバットなので、過信は禁物ですね。あいつらマジですぐ溶けてなくなるからな。ちなみに、これが、フェルバットの維持費マイナス 100% する、不吉なるスというスキルですね。ランク10になったら習得可能です。あとは、ダイヤアウルフを強化するキリへの変身。物理抵抗はまあ微妙ですが、速度がもともと速いダイヤアウルフがさらに速くなるので使いやすくなりますね。さらに結構使えるダルガイストの維持費がマイナス 40% させる隠れ鬱な恐怖。マイナス 40% ってほぼ半額みたいなものやんけ。飛行ユニットに持続ダメージを与えつつ速度をマイナス 60% させる夜の嵐。飛行ユニットだけが対象なのが少し残念。クロスボウ兵とハンドガンナーの射程距離と投射強度が強化されるジルバニアの車種。これが固有スキルみたいですね。なるほど。まあなかなか使えそうやな。飛行ユニット中心とした部隊を作るのもいいかもですね。まあ今は雇いませんが。雇わないんかい。また近いうちに雇用するから。死者の復活でゾンビを4部隊雇用。襲撃状態にしてたら損耗しなくなるので襲撃状態に変更。死者の復活でさらにゾンビを1部隊雇用。17ターン目エンド。18ターン目開始。こいつら見逃してやったというのに、襲撃状態で我が物顔でカッポしてるやんけ。機会があれば即粛清しましょうか。自動戦闘で勝利。ナーグルの軍勢が出てきたか。さすがに3軍いれば取り返されることはないと思いますが。戦力はこんな感じ。ろくなのおらんな。まあ、我々よりはるかにマシですけどね。ゾンビを2部隊招集。ヘルマン軍を敵拠点へ進軍。18ターン目エンド。なんか敵軍出てきたんやけど。あれは反乱軍みたいですね。さっさと撃破しましょう。19ターン目開始。カーシュ隊員を雇用。ついにこいつの出番か。まあ雇うのはゾンビですが。あいつクソコスパいいからな。あと、収入に余裕があるので、レースとクリプトグールを雇用。反乱軍を襲撃。決定的な勝利。自動戦闘で撃破。さすがに1軍だけで攻めると返り討ちにされる可能性があるため3軍で攻めるべく軍を向かわせターンエンド。ひよったか。念には念をってやつです。20ターン目開始。3軍で拠点を襲撃するべく進軍。ゾンビの大軍がナーグルを倒す。つまりいつもの光景。20ターン目エンド。21ターン目開始。でナーグルの軍逃げてるやん。これはチャンスですね。さっさと攻めてやりましょう。っておい。まさかのこれで勝ちやる敗北やと。思ったより戦力があったみたいですね。もちろんここは手動戦闘ですよ。当たり前なんだよな。ですよね。それでは始めていきましょうか。今回はゾンビを塊にして敵の左翼側に突っ込ませます。ネクロマンサーなどの持続回復を最大限活用していきますよ。接敵するまでカットしました。突撃やで。でもこれ何度も見た光景なんよな。いつもよりなんか固まってる気がしませんか？別にしないな。ですよね。クリプトホラー君は貴重な火力要員なので頑張ってほしいですね。クリプトホラー君の双剣にかかってるで。まあ、あいつの肩もちもちしてそうですけどね。そもそも臭そう。孤立した敵はブラックコーチ君の出番やな。騎兵がいないから暴れ放題なのがいいですね。せっかくなので戦ってるやつの背後を狙いますか。指揮崩壊でダメージ狙いますよ。
遅すぎ。今日はやる気が出ないご様子。そんなのでええんか？戦いやつを。まあ気分が乗らない日とかありますよね。幽霊なのに？お、なんか知らない敵がおるで。グレートアンクリーンワンですね。おそらくこいつは召喚されたものでしょう。こいつの名前なかったもんな。白兵戦が非常に得意で攻撃モーションも優秀で歩兵に対して強いみたいですね。その代わり足が遅く対大型持ちではないので他の対大型ユニット持ちの巨獣とか、投射ユニットの的にされがちみたいです。まあ、うちらに投射ユニットおらんけどな。大型ユニットのあれなので、ワイトキングに相手させましょうか。頑張れワイトキング。こいつ全然戦ってないやんけ。後から戦わせるつもりなのか、単純に召喚した後に忘れてるか。敵のロードが消滅してる。ああなっては死ぬのも時間の問題ですね。消滅完了。あっけない最後。ついに動き出しましたね。棍棒の攻撃が痛そう。あれ？あいつ消えたで。時間になったからか式崩壊起こしたか。結局、あいつ何にも活躍しなかったな。まだ体力全開の敵がいますね。余力を残してたか。ティア3ユニットで投射攻撃が可能な剣歩兵ですね。矢玉の数は少なく射程距離も短いものの威力は絶大らしいです。怖い。まあ、すでに矢は使い切ってるみたいですけどね。敵は消滅中のスケルトンに突撃。ここからスケルトン君が勝てる方法は？そんなものはない。現実は非常である。ですよね。左翼側の敵はあらかた消滅済み、あとは右翼ですね。それなら左翼から援軍出して消滅させてやるんやで。その後敵が消滅開始。すべて消滅完了で我々の勝利。やったぜ。フォックスメーカーオブナーグルの最後。今まで色々ありがとな。楽しかったで。言うほど楽しかったですかね。ゾンビを2部隊招集しておきましょう。ゾンビばっかり飽きない？ゾンビが優秀すぎるのがいけないんですよ。人のせいにする葵さん。元人ですけどね。ついにヘルマンがゾンビを強化するスキルを習得可能に。HP 増えるし回復上限も増える。これでさらにゾンビの壁性能が上がりますね。攻撃性能は？そっちは無理なので別なユニットで補ってください。21ターン目エンド。最後の抵抗。最後の抵抗。無駄なのにこういう抵抗するのなんか笑えるよな。性格の悪いお姉ちゃん。22ターン目開始。今度の相手は南にあるサンダーガットですね。今まで攻めないでくれてありがとな。お礼に殺してあげるからな。死は救済だった？この世界では死は救済みたいなもんよな。一理ある。サンダーガットの戦力と拠点数はこんな感じ。これは美味しい相手やな。関係はこんな感じ。ほぼほぼ交流ないな。同盟結んでる相手もいないんで攻め時の相手ですね。準備が整い次第戦争を仕掛けて滅ぼしましょうか。了解やで。